真島ヒロが 3D ゲームを自分で作る動画企画の第3弾。こちらに先ほどのキャラクターをインポートしていこうと思います。おお、これでバッチリです。わあ、いた、でっかいなお前。これで多分もう再生すると差し替わってると思います。キーボードとかコントローラおーお、もうこれで次はこのキャラクター用のアニメーションをですね設定していこうと思うんですけども、先ほどのデフォルトのキャラクターのアニメーションをこいつに使い回したいと思います。実はアンリアルエンジンは骨の構造がちょっと変わっていても、アニメーションを使い回せるような機能が入っておりまして、便利っすねそれ。なのでもうデフォルトのものであったりとか、どこか無料とか販売されてるアセットのものをこっちに変換処理をすることで使い回すことができるようになっております。いいですね。ちょっとここからはですね、その下準備をちょっといろいろ頑張っていただければと思います。了解です。では先ほどのスケタルメッシュがあったフォルダに戻っていただきまして、ここですか？はい。で、そこの何もないところをちょっと右クリックをしていただきまして、はい、アニメーションの下に IK リグっていうものがあるんですけども、その IK リグって書かれたところをクリックしてみてください。IK リグ。ニュー IK リグ。なんか適当に名前を付けた方がいいのかもしれないですね。IR アンダーバー大きいとか、この IK リグというのが、そのアニメーションの変換処理で必要なデータになります。これをダブルクリックで開いていただいていいでしょうか。そこで、その右上にプレビューメッシュ。そこを一回狼に設定していただいていいですか？狼ガールのスケルタルメッシュを。はい。あ、そうですね。で、こちらから変換するためのパラメータを、設定していきます。はい。はい、左下の新規ソルバを追加っていうのをクリックしていただきまして、その中にそうですね。ちょっとフルボディ IK をちょっと設定してください。フルボディ IK。フルボディ IK、設定状態になってますので、そのままですね、左上にそのボーンの階層構造が出てると思うんですけども、ヒップを右クリックで選択していただきまして、ここの選択されているソルバーにルートボーンを設定。これもう見てる人何のこんだか分かんないんでしょうね、これ。そうですね。まあでも一応言われた通りやりますね。はい。選択されているソルバにルートボーンを設定。はい。で、もう一度ヒップを右クリックしていただきまして、はい。リターゲッティングルートの設定っていうものが下の方にあると思うんですけど。リターゲッティングルートの設定。はい。はい。これでまず1個目の設定は大丈夫です。次はですね、手先のところにですね、制御用の IK ゴールっていうものを設定しないといけませんので、真島先生のモデルですと、ハンドアンダーバー L アンダーバーエンドっていうものがあると思うんですけども、そこに右クリックを押していただいて、一番上の IK 目標の新規作成をクリックしてください。はい。これを他のハンド R であったりとか、フット L とか、エンドのところ。はい。お願いいたします。IK 目標新規作成。はい。IK って何すか？ IK というのはですね、多分これ一回作っていただいた方が説明しやすいので。なるほど。はい。で、できました。はい。ありがとうございます。で、このビューポートのですね、何もないところ一回クリックしていただきまして、右の方にそのゴールサイズっていうのがあると思うんですけども。はいはい、あります。今 7.0 です。はい、今1とかに設定お願いします。そうすると、なんか今でっかい黄色い四角がですね、小さくなるはず。本当だ。はい。はい、で、さっきの IK とは何ぞやっていう話なんですけども、はい、この今黄色い箱をですね、選択していただいて、黄色い箱を選択。はい。スペースキーを2回押していただいて、そうすると今矢印で動かせるモードになったと思うんですけども、はい。これで動かしてみてください。これが IK です。なんか、すげえ。すごい。IK の機能を使うことでですね、腕を動かすことでそこに向かって動かしたりみたいな。すごい。IK の機能でできます。IK、いい感じってことか。いい感じで IK ってことか。そうですね。インバースキネマティクスというややこしい名前がついてるんですが。インバースキネマティクス。いい感じに動かす IK ですね。なるほどね。はい。これが結構アニメーションの変換処理で大事な部分だったりします。なんか元のポーズに戻んなくなっちゃったけど。左上のリセットから戻せます。
これ素晴らしいっすね。VTuber さんとかこういう機能で動いたりしてますね。これブレンダーでやるとすげえ大変なんですよ。そうなんですね。はい。こんな簡単に、これ本当に設定されてるの？こんな簡単に設定できるの？簡単なんです、実は。すごいな。では、あともう半分ちょっといろいろする必要があります。防音の階層構造があると思うんですけども、アームのアンダーバー L から、このハンドの L アンダーバーエンド、腕全体を全部選択してください。ゴールはいらないですね。ゴールもあっても大丈夫です。どちらでも、はい、大丈夫です。そうなんですね。この状態で右クリックをしていただきまして、一番下の新しいリターゲッティングチェーン。新しいリターゲッティングチェーン。はい。で、出てきますので、そのままチェーンを追加で大丈夫です。追加。これをですね、他の関節部分でもやると。はい。はい、できました。あとですね、スパインというものがあると思うんですけども、はい。まずそちらに右クリックから愛形目標を作成をしてください。愛形目標の新規作成。はい。で、さらに先ほどのリターゲッティングチェーンを作成をお願いいたします。このスパインに。はい。チェーンを追加でいいんですか？はい。これでですね、右下に今、アセットブラっていうのと、愛形リタゲっていうのがあると思うんですけど、愛形リターゲッティングタブをちょっと選択していただくと、作ったものがここに出てきます。これがですね、このキャラクターでどこが左上で右上で左足で右足なのかっていうところをこれで設定しています。ほうほうほう。なので、アニメーション変換するときに、この骨が左手の先端なので、このアニメーションの元の左足の先端ここだみたいな感じで変換処理をしてくれます。はい。これでセットアップは大丈夫なので、一回これで保存をお願いします。はい。これは閉じていただいて大丈夫です。はい。もう一回何もないところを右クリックしていただきまして、はい。先ほどのアニメーションの愛形リグ。愛形リグ。次は愛形リターゲッターっていう方。リターゲッター。はい。で、これもちょっと名前を付けた方がいいんですが、愛形 R 狼とかでいいと思います。はい。じゃあ、こちらをまたダブルクリックで開いてみてください。この時に愛形マネキンの方でお願いします。愛形マネキン。はい。今選択したのがアニメーションを持ってる方ですね。デフォルトのキャラクターを今選択しました。次に、右側にターゲットというところがあると思うんですけども、その上の方ですね。先ほど作成した IR 狼に変更してください。ターゲットの上の方ですね。はい。はい。はい。で、ちょっと被って見づらいと思うので、そのちょっと下の方にですね、ターゲットメッシュオフセットっていうパラメータがありますので、はいはいはい。はい。これの X 一番左のパラメータを、そうですね、適当に200くらいで、200。はい、ちょっとキャラクターがずれて表示されました。はい。実はもうこれでセットアップ完了していまして、右下にアセットブラウザーっていうものがあると思うんですけども、これですね。はい。はい。で、ここでランとかウォークとか打っていただいていいでしょうか。ラン ?RUN で出てくると思うので、それをダブルクリックしていただくと再生されるはず。おー走り出したよ。こんな感じでもう変換するとどうなるかみたいなところがこうやってプレビューできます。すごいっすね。左のやつのアニメーションをトレースしてるんですね、完全に。そうですね、はい。コピーしちゃってます。ちょっと勇ましいけど、まあ、いっか、これで。そうですね。これで、はい、変換する準備ができました。はい。では、一回これを閉じていただいて大丈夫です。保存してからですよね。そうですね。はい、大事です。では、次はですね、アニメーションの各必要なアセットであったりとか、作ってるプログラムをですね、一括で変換する方法があります。コンテンツのキャラクターズというフォルダがあると思うんですけど。キャラクターズ。はい。そこのマネキンズの、アニメーションズっていうフォルダがあると思うんですけども、こちらの APP マニーというのが右から2つ目のところにあります。右の下の方が女性っぽくないですか？いけると思います。そちらを右クリックしていただきまして、はい。リターゲッティングっていうのが一番上にあります。はい。行くぞ！お願いします。なんだ？謎の画面が出てきました。アニメーションアセットを複製し、リターゲット。右上の方になんか愛形リターゲッターを設定するところがあると思うんですけども、そこに先ほど設定したものを設定してください。IKR。はい。なんかできてるっぽいです。で、右下のリターゲットをポチッと押してみてください。リターゲット。アセットを複製しています。はい。アニメーションアセットを複製しています。これ一気に。なんかいっぱい出てきた、いっぱいできた。これで1個ダブルクリックで開いていただくと、これはアニメーションを制御するブループリントが今出てますね。本当はこういった制御をですね、ブループリントで組まないといけないんですけども、今回はスキップっていうことで、もともと作ってるものをそのまま使い回してるって感じですね。いいじゃん、いいじゃん。いい感じで。いいじゃないですか、これいいじゃないですか。これ可愛いですね。はい。
これいいっすね。これでアニメーションの準備が整いました。やったー。こういったアニメーションを全部自分で用意するっていうのもすごい大変なので、そうっすね初心者の方は特にこういったデフォルトのものとかのアニメーションをとりあえず使ってみるっていうのがいいのかなと思います。いや、間違いなくこれ楽でいいっすよ。いや、本当に。どこ行ったどこ行ったどこ行ったあ、これがですね、実はなんだなんだ一つだけ落とし穴がありまして、なんだこれ。着地のランドだけモデルによってはこういったことになる場合があります。巨大化してます、今。はい。この状態ですね、今、左側にいろんなパラメーターが出てると思うんですけども、はい。ここにフォースルートロックっていうパラメーターがあるんですが、ちょっとややこしいので、一番上の検索のところで FORCE というフォースロックっていうのがあるんですけども、はい。これのチェックボックスを外すと、戻ります。よかったです。これで、もし巨大化したなっていう場合は、これを外していただくと治ると思います。フォースルートロック。はい。これで、アニメーション準備すべて整ったので、一回保存をした方がいいかなと思います。こいつも保存はい。新規作成したアセット全部保存しないといけないので、どうやってやるんだ、それは。コントロールシフト S を押すと一括で保存できるはずです。これで OK です。はい。では、先ほど、ブループリントの方で入れ替えたキャラクターに対して、今変換したアニメーションを設定していこうと思います。はい。もう一度ですね、BP サードパーソンキャラクターを開いていただいてもいいでしょうか。BP サードパーソンキャラクター。はい。これをダブルクリックで開いてみてください。ビューポート。はい。キャラクターを選択していただきまして、右側にアニムクラスっていうものがあります。アニムクラス。はい、あります。その今、ABP なんとかってなってると思うんですけど、はい。それを、さっき変換したやつにしないといけなくてですね。はい。名前を書いてなかったので、どれがどれかわかんないですね。作成したものをちょっと名前変えた方がいいかもしれない。なるほど。はい。先ほど作成したアニメーションのフォルダをちょっとまた開いていただいてもいいでしょうか。あれ、さっきどこに作成されたんだもしかするとコンテンツの一番上かもしれないです。ここに、やっぱりいた。ややこしいので、これも全部、狼フォルダに入れた方がいいかもしれないですね。了解です。アセットの場所とか名前は結構迷子になりがちなので。そうですね。僕普段からこういうの苦手なんでね。適当にやってたらと思うんで。はい。移動で大丈夫です。はい。で、ABP クイーンっていうのがあったと思うんですけども、左上の方に、はい。名前を変えた方がいいですね。これを右クリックの名前を変更で ABP アンダーバーオーカミとかに変えていただくと、さっきの選択で分かりやすいと思います。はい。これで、サードパーソンブループリントのこいつのビューポートで、アニムクラスをさっきの名前のやつに変えると。はい。できた。これで変わりました。一回じゃあこれで実行してみると、ちょどういうこと足がぐちゃってなってますけど。これはちょっとまずいですね。ちょっとこれを。でも動く、ちゃんとアニメーションはしてるんだけど、なんか足がぐちゃってなってる。でデフォルトの変換しただけだと、キャラクターのモデルによってはこうなってしまいます。ここをちょっと微調整していければと思います。ABP マニーをちょっと開いていただいていいでしょうか。マニー。で、なんかいろいろ出てはいるんですけども、はい、その中の上の方に今イベントグラフを開いていただいていると思いますが、左下にアニメグラフっていう項目があります。それをダブルクリックしていただくと、なんか開けます。はいはいはい。コントロールリーグっていうものがあるんですけども、これ邪魔なので消します。こうやっていらないんですか？もうバッサリ消しちゃって大丈夫です。デリートでデリート。はい。で、ちょっと線が切れちゃったので、切れたところをつなぎ直してください。左上のコンパイルを押しますと、足のぐねっとしたのが治るはず。治ってる気がする。何が原因だったんだろう。さっきのコントロールリグが、実は足を床に沿わせるみたいな処理だったんですけども、それが差し替えたモデルに対応していないので、しない方が見た目がいいということで。本当だ。でも本来だったらこの斜めのところとかさっきのやつだったらしっかりやってくれてたんだ。その通りですね。はい。でも今回この縦の軸の移動は多分ないと思うんで、これ十分ですよね、これでね。はい。だいぶもうそれっぽく。いや、本当そうなんですよ。なったと思います。ちょっとこの前傾姿勢がすごい気になるんだよ。そうですね。元々のアニメーションがちょっと前傾姿勢だったので。なるほど。でもなんかこれでゲーム作りたくもなってくるな。普通にサードパーソンで。
それも確かに、やっぱり動かしてみると、いろいろアイデアも浮かんできたりするので。でもこれ動かしてるだけですげえ楽しいですもん。OK! じゃあ次行きましょで、ここまでで一応アニメーションをつけていただいて、これからまたブループリントいじろうとはちょっと思ったんですけども、ちょっといろいろ操作の画面ばかりで疲れてきたかもしれないので、一旦ちょっと楽しくですね、できたアニメーションに対して音をつけていければと思います。う。おー、いいですね。ちょっとテンションを上げていければと思います。いいですね。はい。はい。エンジンのデフォルトにいくつか音が入っているので、おー。それを仮で入れていければと思います。コンテンツブラウザーの右上に設定っていうものが項目があると思うんですけど、これクリックしていただくといろんなメニューが出まして、その中のエンジンのコンテンツを表示っていうのが真ん中下ぐらいにあるので、コンテンツを表示。はい。これをチェック入れてください。はい、入れました。そうするとですね、左のコンテンツブラウザのフォルダーのところにエンジンっていうものが追加されているはずです。はいはい検索のところの左に横線が3つ引かれてると思うんですけども、クリックしていただくといろんな項目が出てきます。はい。その中のサウンドのサウンド Q とサウンドウェーブっていうものもあると思います。いろんなアセットはあるんですけども、めちゃくちゃありますね。この中ですと、セレクションチェンジズという音が可愛い足音に代用できるかなと思います。たくさんアセットがあるので、検索でセレクト SELECT と打っていただくと出てくると思います。あ、出てきました。カーソルを合わせると再生ボタンが見えると思います。これポチッと押していただくと、サウンド音アセットプレビューできます。ピッて言います、なんか。あ、そうですね。ちょっと可愛らしい音なので、これを足音にできればと思います。ピッピッピッって感じで。なるほど。いいね。わかりやすいようですね。このアセットを狼フォルダにコピーをお願いします。コピーですね、今度は。はい。ここにコピー。はい。コピーしたアセットをわかりやすいように足跡みたいな名前にしていただくと。これはなんでもいいんですか？はい。何でも大丈夫です。わかりやすいように。おすすめは。フットステップですかね。フットステップステップ。で一旦大丈夫だと思います。これで音が用意できました。はい。ここから各アニメーションに足音を仕込んでいければと思います。フィルターが今、サウンド Q とサウンドウェーブに有効になってると思うんですけど、それをポチッと、はい、押せば無効になります。あはい。ここにウォークとかランがあると思いますので、開いてみてください。フォワード。はい。はい。左に通知っていうところがあると思うんですけども、はい。そこの下矢印のトラックっていうボタンをちょっと押していただいて、通知トラックを追加をお願いします。挿入。ここにですね、1個ずつプレイサウンドっていうイベントをですね、仕込んでいくことになります。今真ん中に出てるのがアニメーションの再生のバーみたいなものなんですけども、ちょっと動きっぱなしだと操作しづらいので、左下の停止ボタンをちょっと押してみてください。停止ボタン。はい。はいお。これで停止します。はい。次にここにマーカー的に仕込んでいくんですけども、デフォルトのアセットから変換した場合ですと、緑の点々がいくつか、LR ってやつですね。これが足が地面に到達したタイミングになります。おー、わかりやすい。なんで、ここに合わせて、サウンド仕込んでいければ OK です。おー、なるほど。では、真ん中の画面の赤いその再生位置を一番初めの L ってところに合わせてください。大体で大丈夫です。はい。この状態で、今縦線が出てると思うんですけど、その上で右クリックをしていただいて、通知を追加。はい。で、プレイサウンドっていうものがあります。プレイサウンド。はい。はい。追加されたプレイサウンドをクリックしていただくと、右側になんか設定する画面が出てきます。おー、はいはいはい。ここのサウンドのところにさっき、わかりましたよ。これですよね。その通りです。これでもう、これでちょっと再生してみると、音が出るはず。いますね。そうですね。確かに。これをですね、他の R とか L に設定していくのですが、はい。毎回全部設定するの大変なので、コピペができるはずです。右クリックでコピーしていただいて、コピで、また赤いやつを次の R のところまで引っ張っていただいて、で、また右クリックから貼り付けをします。ー。コントロール V とかじゃダメなんですか？それでもできるはずです。あ、できた。これでペッペッペッと貼っていきます。最後だけちょっとずれちゃいました。一回置いたやつは実はドラッグで動かすこともできます。なるほど。今回のはちょっと端にあって置きづらい場合はちょっと左のところに置いていただいて、うんうんマウスでシュッと動かしていただくのも大丈夫かなと思います。はい、これでああ、なるほど、なるほど。バッチリです。これで左下の再生ボタンを押していただくと、
足音できます。ああ、なるほど。交換とかはネットとかで探していただくと、うん無料で使えるものがいろいろ公開されてますので、実際はそういったセットをアンリアルエンジンに入れていただいて、サウンドに設定していただくのがいいんですが、ちょっと気に入ったものがあればってことですよね。そうですね。はい。まあ、今回はこれでってことですね。これで、はい。はいこれを走るモーションにも同じことを設定していく必要があおー、なるほど。ります。はいはいはい。はい。これに、さっきと同じように、はい。まずトラックを追加。はい。そしてトラックを追加。で、2のところに、プログル V。これで再生するとピッピッピッ。ああ、いいっすね。これ子供が履いてるサンダルの音ですね。あ、そうですね。これオッケー、できました。でもう、ゲームを実行、再生していただくと、ちょっとやってみましょう。ちゃんと足音も鳴ってます。よかった。まあ、ちょっとしたことなんですけど、これでだいぶまたちょっと可愛らしさが。そうですね。ふー。じゃあアニメーション周りは一旦ここまでで一通りできたと思います。前傾姿勢なの気になるね。顔が見えない。これでコンパイル。ファイル、はい。あピッとあった。今だとちょっとデフォルトのステージすぎるので、スタートとゴールがあるような迷路を作っていただくとゲームっぽくなるのかなと思います。確かに。